こんにちは、キャロルです。今日はいびきや睡眠時無呼吸症候群を治すマウスピースを紹介します。これまでいびき改善に関する動画を何本も上げてきましたが、そのほとんどは自分で行うエクササイズや枕の見直しでお金をかけずにできる方法でした。これらのエクササイズは舌や顎周りの筋肉に働きかけるものなので、効果が出るまでにはどうしてもある程度の期間がかかります。そんな中、出張や友達との旅行でいびきをかくと恥ずかしいから即効性のある方法はないですかという質問をたくさんいただきました。そこで今回はいびきや睡眠時無呼吸症候群の治療に焦点を当て、外出先でも目立ちにくいいびき防止マウスピースを紹介していきます。この動画を見ると、いびきや睡眠時無呼吸症候群を治すマウスピースにどんなものがあるのかがわかります。それぞれのおおよその費用と効果の違いなどについてもわかるようになりますので、最後までぜひご覧になっていてください。このチャンネルでは、いびき、歯ぎしり、顎関節症など歯医者さんに通っているのになかなか良くならない症状の改善法などについて発信しています。不規則な投稿になりますので、まだの方はお見逃しのないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。まず最初に、なぜ睡眠時無呼吸症候群を治した方が良いのかについてお話しします。結論から言いますと、様々な全身疾患のリスクを上げるからです。聞いたことはあると思うんですけれども、睡眠時無呼吸症候群とは具体的にどんな病気かご存知ですか？10秒以上呼吸が止まった状態を無呼吸と言いますが、この無呼吸が7時間の睡眠中に30回以上、あるいは睡眠1時間あたりに5回以上あれば睡眠時無呼吸症候群と診断されます。肥満気味の中年男性に多いというイメージがありますが、痩せてる人でもなります。また、子供や女性がかかることも少なくありません。首が太くて短い人や、舌や下の付け根が大きい人、下顎が小さい人や、下顎が浅く後退している人など、体型的に気道が塞がれやすい人がなりやすい特徴があります。たかがいびきと放っておくと、睡眠時無呼吸症候群に発展してしまう可能性もあるので注意が必要です。睡眠時無呼吸症候群になると、糖尿病にかかるリスクが約 1.6 倍上がります。4年後に高血圧になる確率は、健康な人の約 1.4 から 2.9 倍も上がると言われています。また、心疾患にかかるリスクは2倍から4倍。脳卒中になるリスクは 3.3 倍も高くなることが分かっています。このように睡眠時無呼吸症候群は全身疾患のリスクを上げるので放っておかない方が良いと言えます。いびきや無呼吸症候群が起こる原因についてもお話ししておきます。簡単に言うと、空気の通り道である気道が何らかの原因で狭くなることで起こります。例えば太り気味でこの首の周りに脂肪がたくさんついていたり、アルコールや化学調味料の過剰摂取で交感神経が刺激されたりむくむと一時的ないびきの原因になります。しかし一番の原因は舌が喉の方に落ち込むことです。じゃあやっぱり食事を見直してダイエットをすればいいんでしょという声が聞こえてきそうです。それはそうなのですが時間がかかりますよね。ですので舌が落ち込んで喉を塞がないようにするマウスピースを次の項目で紹介します。まずはいびきや睡眠時無呼吸症候群が起きるメカニズムを押さえておきましょう。いびきや睡眠時無呼吸症候群の治療には CPAP という機械を使う方法もあり、治療効果が高いのですが、欠点としては何といっても脱落率が高いことが挙げられます。装着すると眠れなかったり、途中で目が覚めてしまい使い続けられないからです。喉が乾燥したり痛くなったり、頭にバンドをはめるので耳が痛くなってしまう、寝返りが打てないということも挙げられます。そこで CPAP に代わる様々なマウスピースを使った治療が開発されました。まず一つ目は日本の保険適用であるモノブロック型スリープスプリントです。歯ぎしりや食いしばり防止用のナイトガードってご存知かと思うんですけれども、マウスピースが上下一体型のものになります。要するに寝るときに姿勢が水平になりますよね。そうすると重力で下顎がこっちに落ち込むことがいびきや睡眠時無呼吸症候群の原因になります。通常下の歯って上の歯に比べると少しこっち後ろ側に位置しているんですけれども、下顎を少し前に出した状態、こんな状態で上下がくっついた一体型のマウスピースになります。こちらは健康保険の適用になるのでコストが安いというのが利点です。一部負担金でだいたい15,000円前後になります。以下で睡眠時無呼吸症候群の診断を受けてから歯科を受診することになります。この診断書がないと保険適用外となりますので注意してください。このスリープスプリントなんですけれども、上下一体型のこういう大きいマウスピースになるので、どうしても使用感があまり良くないです。取り外しも結構大変と聞いています。そして装着している間は当然上下がくっついた形をしているので、
お口を開けたりとか飲んだりお話ししたりすることはできなくなります。また細かい調整ができないのと、寝ている間に下顎のマウスピースが浮き上がりやすいというのが難点です。こちらのタイプは20本ぐらい歯が残っているということが前提になります。2つ目はソムノデントというオーストラリアで開発されたマウスピースです。日本でも取り扱っている医院が増えてきました。装着している間の顎の動きは規制しながらも、患者さんが自由に口を開けられるように設計されています。顎の位置を微調整するためのスクリューが装備され、装着後の調整も簡単に行うことができます。上下がセパレートタイプなので、会話や飲んだり咳やあくびができます。上の歯が全くない人用のタイプもあります。こちらは製造メーカーの保証規定により30ヶ月保証されます。そもそも素材が全然違うので、保険のタイプのと比べると寿命が長いです。着脱がしやすく、睡眠時に外れにくいのが特徴です。保険のタイプのと比べると小さいので顎も疲れにくいです。こちらの料金なんですけれども、私もいろいろとちょっと日本の歯科医院さんのウェブを調べてみました。保険適用外になるので、院によって価格は様々なんですけれども、税別で15万円前後というところが多いです。余談ですが、アメリカでは50万ぐらいするそうです。3つ目は SPP、SLP です。こちらはスーパーパラタルプレート、スーパーリンガルプレートの略になります。日本歯科大学の名誉教授である丸茂義嗣先生が考案された装置で、呼吸の改善や微呼吸への誘導、睡眠時無呼吸症候群の予防に役立ちます。舌の位置を正しい位置に修正することにより、歯ぎしりや食いしばりを和らげる効果や、体の重心バランスが変わることで姿勢が改善されたり、唾液の分泌を促進することで虫歯リスクの軽減、ドライマウス防止につながる効果も期待できます。下の歯の内側に装着する人工歯のない入れ歯のような形をしたもので、一般の入れ歯のような異物感はありません。舌を正常な位置に戻す作用があり、装置をつけていなくても舌の位置を維持できるようになります。舌の位置が改善すると呼吸が楽になり、睡眠の質が上がります。また、高呼吸から微呼吸に改善されやすく、免疫力が上がります。舌の位置が変わると足の指に力が入り、体の重心バランスが前方に変わるため、体幹や姿勢の改善につながります。また、噛む回数が増えることにより、満腹中枢を刺激し、過食を減らすこともできます。SPP や SLP を使った治療は一時的な対症療法ではなく、本来の舌の位置を学習することで半永久的に効果を維持することができます。このマウスピースを取り扱っている医院はまだ少なく、健康保険の適用外でもあるので、値段も高価です。上か下の片方で30万円前後します。自費だったらこれらのマウスピースをわざわざ歯科医院に行かなくてもお店で購入できるんじゃないのと思われたかもしれませんね。ですが、型を取ったり調整が必要なため、取り扱っている歯科医院を受診する必要があります。通院回数ですが、よほど調整が必要でない限り、基本的には2回で終わります。最後におまけですが、いびき外来を受診するのが恥ずかしいという方に向けてお話しします。今日紹介したマウスピースは全ての歯科医院で取り扱っているわけではないので、睡眠時無呼吸症候群や今日紹介したマウスピースの名称と場所を入力して検索してみてください。一般の歯科医院なら他の患者さんにいびき治療で来院したことを知られずに済みますね。検索の仕方がよくわからないという方はお手伝いしますので、コメントでお知らせくださいね。ソムノデントに関しては世界30カ国以上で取り扱いがあるので、お住まいの国で取り扱いのある医療機関を検索してみてください。今日はいびきや睡眠時無呼吸症候群を治すマウスピースについて解説しました。具体的にはモノブロック型スリープスプリント、ソムノデント、SPP、SLP の3つを紹介しました。即効性のある治療法をお探しの方は今日の動画をぜひ参考にしてください。チャンネルではこんな動画を作ってほしいというリクエストや動画の内容に関する質問を募集しています。また他にもこんないびきの改善法があるよという方はコメントでぜひ教えてくださいね。高評価とチャンネル登録もしていていただけたらとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon!